水の惑星と呼ばれています。地球の表面はほぼ3分の2が水で覆われています。どれくらいの水があるのでしょう。地球の水はおおよそ 13.8 億立方キロメートル、その 97.5% にあたる約 13.5 億立方キロメートルが海水、残りの 2.5%、約3500万立方キロメートルが陸や空気中にある淡水となっています。この淡水も 70% は南極や北極の氷や雪、残りの大半は地下800メートルにある地下水です。人や動植物が使える水は地層表面の地下水と湖沼や河川の水だけであり、地球全体のわずか 0.3% に過ぎません。例えば地球全体の海水と淡水すべての量を1リッター瓶4本とすると、陸の動植物が使える淡水の量はティースプーン1杯程度です。この量は何千年何万年も変わらないのに、人口は18世紀末から急増し始め、2025年には85億人にもなると推定されています。このままでは人類が必要とする水は極度に欠乏するのは必至です。人の命は母親の羊水の中から始まります。神秘の水の中で生まれ育ちます。地上に誕生しても幼児や子供は体重の 80%、 大人でも 60% は水分からできています。人の命は水の命でできているのです。水がなければ人も動物も植物も数週間のうちに痩せ細り枯れ朽ち、やがて命を失ってしまいます。水はすべての生き物の命の泉なのです。しかし生き物は水だけでは生きていけません。この命に躍動を与えてくれるのが命のエネルギーである食べ物です。この食べ物もまた水の力で実ります。水がなければ人は食料を取ることもできません。水には清める力もあります。水は人の体を清め、食物や衣服の汚れを落とし、日々健やかに生きる力を授けてくれているのです。清潔な水が人の健康を支え続けてくれているのです。発展途上国では汚染された水に含まれる病原菌や汚染物質によって今も毎年2500万人もの死者が出ています。水は健康な体を育ててくれるだけではなく、私たちの心も癒してくれます。豊かな心を育て、感性を磨いてくれる力をも秘めているのです。日本の伝統的な庭の池、湖沼や渓谷は保養や憩いの場所として多くの人々に潤いを与えています。また温泉は古くから老若男女の心と体を休めてくれています。水は心と体のふるさとです。水はさらに古来から人の労働を助け勇気づけてくれる力でもありました。水車は何百年もの間人を助け続けています。そして水のエネルギーは今も電気を起こし、人々の暮らしを支え続けているのです。この命の源である水、食料を育ててくれる水、豊かな心を育ててくれる水、心と体を清め癒してくれる水、この水に私たちは今どのように応えているのでしょうか。
日本の経済が世界の注目を集めるようになったのは1960年代からでした。68年には GNP 世界第2位にまで成長しています。経済発展に伴って人口は都市に向かって集中し、激しい勢いで工業化・都市化が進みました。好調に進む経済発展の中で、住宅や道路、電気、ガスなどとともに上水道の整備も進められました。かつては安全・清潔な水を確保することは大変なことでした。井戸から地下水を汲み上げ、家まで運び、その限られた水で1日の飲料水から生活用水までを賄ってきました。しかし現在は都市でも農村でも蛇口を開けば安全・清潔な水がいつでも自由に必要なだけ使えるようになりました。日本人が1人1日に使う水は、朝の洗顔から歯磨き、炊事、洗濯、トイレ、掃除、風呂など合計すると現在およそ350リットルとなります。この量は昔の10リットル入りのバケツに換算すると35杯分にもなります。しかし発展途上のアジアではまだ上水道が普及していないため、湧き水や井戸水、地下水、あるいは近くの川などから家まで運ばなければなりません。生活用水の使用量にもかなりのばらつきがあります。1人1日300リットルを使う国もあれば、20リットルしか使えない地域もあります。工業化・都市化が進んだ国々は人に豊かさをもたらしました。しかしいつでもどこでもいくらでも水を使える先進工業国は今、豊かさの代償ともいえる深刻な水問題に直面しています。最も深刻なのは水の汚染です。日本では工業の高度化、生活の多様化によってさまざまな汚染物質が浄水源となる河川や湖沼に排出されています。その原因の一つは、ほとんどの家庭で使われている合成洗剤や台所用、洗髪用、入浴用の洗剤、調味料、その他さまざまな汚染物質が川や湖に流されていることです。これは日本の人口密集地域の公共下水道の普及率を示したものですが、ほぼ 70% 近くになっています。しかし農村部では整備が遅れ、全国の普及率はまだ 42% にとどまっています。汚染原因の2つ目は、家庭から出るゴミや産業廃棄物からの汚染です。生活が豊かになっていくにつれ、家庭から出されるゴミの量も、また産業廃棄物の量も膨大なものになっています。ドライクリーニングの洗浄剤やハイテク産業の溶剤として使われているテトラクロロエチレンやトリクロロエチレンなどが処分場から地下水に浸透し、沢や谷川に流れ汚染を広げています。汚染原因の3つ目が乱開発による汚染です。森林が伐採され、高速道路が作られ、観光地、レジャー施設、ゴルフ場などが次々と作られています。ゴルフ場のグリーンを保つための殺虫剤や殺菌剤、除草剤などの農薬が地下に浸透し、近くの小川から赤い水となって流れ出ています。観光地やリゾート地でも投げ捨てられた飲食物の汚濁成分が雨に打たれ、地下に入り川に流れ、川や湖を汚染しているのです。汚染原因の4つ目は大気の汚染です。おびただしい数の車から排出される硫黄酸化物や窒素酸化物が大気の中に上昇し、それが酸性の雨や雪、霧となって土や植物を汚染し、それがやがて
河川に流れ出ています。酸性雨は日本列島全域に降り注ぎ、北欧、北米、カナダと同じように pH4.5 になっています。この値は植物の光合成作用を弱め、水生微生物から魚にまで大きな影響を与える数値です。ただ日本は降雨量が北欧の3倍近くあるため、まだ大きな被害は出ていませんが、水質汚染の脅威となっています。汚染原因の5つ目は農薬や化学肥料による汚染です。都市への人口集中とは逆に、食料生産の担い手である農村人口は年々減り続け、現在日本の農業就業者人口の比率はわずか 4.8% にまで減少しています。こうした農業労働人口の減少の中で、労働集約的農業から労働生産性の高い農業への転換が図られました。特に米の生産を安定させるため、農地の整備や大型機械の導入、大量の化学肥料と農薬の投入など、農業の工業化ともいえる生産方式に変わっていきました。水田への農薬散布も広がっています。そしてこの大量の農薬が水と混ざり、土壌を汚染し、河川の水を汚しているのです。さらに農薬の中に含まれる DDT や BHC、スミチオンなどが気温の上昇によってガス化し、大気を汚染し、それが農薬雨として各地に降り注いでいます。日本はこの50年間、ひたすら経済発展と豊かな暮らしを求めて突き進んできました。その代償の一つとして、今自らの強い仕返しを受けているのではないでしょうか。水は人に計り知れない恩恵を与え続けてきました。渇きを癒し、食料の生産も保障してきました。しかしこの保障が永遠に続くとは限りません。日本の稲作は豊かな水に支えられ、今も主食である米の自給率 100% を確保しています。水田地帯は灌漑用水路が完備し、縦横に走る水路から必要な時、必要なだけの水が供給されてきました。米1トンを生産するためには水1000トンが必要だと言われます。歴代の日本政府は主食である米の生産に最優先の水利権を与えてきました。日本の農業用水はかつては水田のための用水でしたが、農業の高度化により今は季節に関係なく野菜や畜産、果物などが作られ、さらに大量の水が必要になっています。しかし日本の農業は今大きな壁に突き当たっています。それは深刻な夏の水不足です。都市化、工業化による人口増加に伴って生活用水が増加し、農業の水利権も幾多の法改正によって水は次第に都市部への流れに変わってきました。これは生活用水使用量の推移を示したものですが、需要が年々増加していることがわかります。しかし1980年以降、日本列島への雨や雪の量が少しずつ減っているのです。これは1945年からの年間降雨量の経年変化を示したものですが、60年頃から少雨現象が続いています。河川の上流にあるダムにも水が蓄えられず、特に夏は貯水量 50% 以下になるダムも出ています。日本の最高峰富士の周りにある5つの湖も地下水位が下がった上、降雨量が少ないため
固定を見せている湖もあります。このままでは日本の農業用水も危機的な状態に立たされることになります。飲料水はどうでしょう。大丈夫でしょうか。日本もかつては飲料水として地下水が使われていました。しかし現在上水道の普及率が 95.3% にまで達し、ほとんどの人がこれを飲料水としています。日本の上水道の原水は現在 69.4% は河川や湖沼から取水され、27.8% が地下水から、そして残りの 2.8% が湧き水その他の水となっています。この 70% 近くの河川や湖沼からの水に今大きな異変が起こっています。つまりこの原水が生活排水や農薬などで汚染されてきたのです。この水を安全な飲料水にするために強力な塩素消毒が必要です。日本では上水の残留塩素が1リットルあたり 0.1mg 以上と決められていますが、上限がないため、例えば東京ではおおよそ3倍から5倍の数値を上下しています。塩素は原水の中の有機物と化合し、トリハロメタンという発がん性の物質を作ります。またこの物質が体内に蓄積されると、中枢神経や遺伝子に障害を起こすことも明らかにされています。かつて日本の上水道はうまい水として世界的にも知られていました。しかし現在多くの都市で水が臭い、まずいと浄水器を備え付ける家庭が増えています。さらにミネラルウォーターなどペットボトルや瓶詰め飲料水が大量に売られるようになりました。しかもこの水を海外からも輸入しているのです。日本にはかつて手ですくって飲める湧き水が至る所にありました。小川の水でさえそうでした。安全な水を買うことも飲むこともできない動物や植物の命はどうなるのでしょう。これは人間が犯した大罪です。これは人間への水の反逆かもしれません。人はこの罪をどのような形で償えばよいのでしょうか。現在アジアの人口は36億376万人。しかも毎年増え続け、2025年には49億6000万人、2050年には57億4000万人にも達すると推定されています。しかし人口が増えても水は増えません。使用できる水の総量は決まっています。また水は他の資源に変えることができない資源なのです。今後新たに開発できる水があるとしても50年後、世界の人口は100億人にもなろうとしています。しかもその人口は極端に偏った地域に集中しています。現在の先進諸国並みの水を100億人に供給することは極めて困難でしょう。特にアジアの水資源は深刻な状況になることは間違いありません。私たちはこの限りある水を不必要に浪費していることはないでしょうか。水のリサイクルを十分に行っているでしょうか。人口の抑制が止まらないまま、人は飲料水を、そして食料を生産するために川の水をせき止めて取水し、大量の地下水を汲み上げ、土を汚し塩害を引き起こしています。人は人だけのために自由に水を操り治めたと増長してはいないでしょうか。日本での農作物の
多肥多産多臭を目指した農業、特に窒素肥料が土壌を破壊し地下水を汚染し、それがまた人の健康被害につながっているという調査報告も出されています。インドやパキスタンなどでは過剰な地下水の汲み上げや漏水により農地に塩分が染み出し、塩田のように広がり、多くの農地が放棄されています。人類はこれから何をするのでしょうか。水をめぐって争い合うのでしょうか。21世紀は石油資源をめぐる争奪戦から水資源をめぐる争いになると憂慮されています。いや、その争いはすでに始まっているのです。都市と都市、工業と農業、国と国とが水をめぐって争い、強い方が弱い方の水を取る構図がすでに着々と進んでいます。水の惑星地球には何百億もの生命が共生しています。水はこの地球ファミリーすべてのかけがえのない財産なのです。共に分かち合う合意が必要です。その水が今瀕死の状態にあります。人間の果てしない欲望が水を窮地に追い込んでいるのです。水はかつて輝き躍動し生きていました。すべての命がこの水によって生かされてきたのです。私たちはこの水の恩恵を忘れ、自然への感謝の心をなくしているのではないでしょうか。